います。ありがとうございます。結構濃厚に見えるんだけど残さず飲めれるぐらいのスープなんでうまい。他にないっていうのが一番なんじゃないですか。名古屋の宝だなっていうふうに思ってますね。めちゃくちゃ気に入ってます。ラーメンです。お待たせしました。多い時は週1は来てるぐらい大好きなところですね。なぜかラーメン屋に転職。給料は下がったですね。ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。どのぐらい煮込まれたものなんですか。6時間ぐらい火をつけてる感じですね。骨埋まっとるんですか。もう全部下まで骨ですね。入れてるのは豚の頭しか入ってないので、げんこつとかそういうのは全く入れてなくて。久留米ラーメンとかでは一般的な手法なんですか。が多いとは聞いてますね。僕が修行したところは南知多のコンパーレっていうお店なんですけど、久留米のおじちゃんがやってるんですけど、豚1本。結構長く修行されたんですか。期間は3年なんですけど、僕自身がサラリーマンやってたので、はい、平日はサラリーマンの仕事行って、お休みの日で家族が用事があって一人ぼっちになっちゃった時とか、有給で休みもらった時とかに「明日行っていいですか?」「明日の仕込みなんですか?」っていうのでお邪魔して勉強させてもらってたんですね。背脂が結構出ちゃってほぼ残らないですね。スープ売り切れる時あるんですか。昨日は昼でもうあと数食しか残ってなかったので、昨日もう夜の営業はお休みして、今日もどうかなっていっぱい来てくれるといいですけどね。昨日100杯分ぐらいあったんですけど、80昨日5杯あと15杯ぐらいだったからもうやめだなっていう。一回徹夜で仕込んだ時は150とかそれぐらい出た時もあるんですけど、それが多分このお店のキャパになりそうなことですね。何度も茹でるんですか。火が通ったやつが最終的にこうなってくるので、こうなったらもう廃棄になるぐらいまでは骨に頑張ってもらってますね。久留米の特徴でいくと、スープの仕込みですけど、どんだけ皮残してそれにまた継ぎ足しをしていきましょうっていう呼び戻しっていう言われ方をしてるんですけど、製法の違いですね。継ぎ足しをしていくかそのまま全部食べちゃうかっていう違いなので、豚の頭だけ使うのも特徴的だとは思いますね。骨をパンパンにしたいんですよ。そうすると出汁がしっかり出てくれるので、細かな骨だとかの量で最後の調整をするっていうところです。
前職何だったんですか？三菱重工ってところで飛行機を組み立てをしてたんですね。ちょうど名古屋に工場があるので、そこで働いてました。エリート会社員じゃないですか。エリートではないですよ。なぜかラーメン屋に転職。今おいくつなんですか46だと思います。昭和54年です。あそこの写真のおじちゃんが僕の師匠、コンパーレのおじちゃんなんですけど、そのおじちゃんに惚れ込んだようなところもあって、自由人なところも大好きだし、仕事をすごく楽しそうにやってるんで、すごいなと思って。トンパーレって、修行先が大好きすぎて、そこのラーメンしか食べたことないんじゃないかっていうぐらい好きだったんですよね。レシピとかも全部もらってこっちでも提供するっていう風で、お客さんもやっぱりトンパーレを知って向こうで弟子が出したぞっていう情報を聞いてここ来てくれるお客さん結構多くて、ありがたいですね。トンパチさんの創業のきっかけです。大将との出会いのところ。僕が22の時にバイクでツーリングで走っていたら渋滞にはまってたんですけど、その時に、知らないおじちゃんが隣に来て、渋滞はまってるとオーバーヒートするぞって一声かけてもらって、そのおじちゃんはかっこよく走って行っちゃったと。半年後に美味しいラーメン屋さんあるから行こうかって友達に誘ってもらって行ったら、そのおじちゃんがいて、半年前にどこどこで会ったものですけどって言ったら、ああおったなーっていう風にリアクションしてくれて、その出会いがあって週に 2,3 回と通ってたんですけど、結婚の前ぐらいからなかなか行けなくなって、6年ぶりぐらいにお店に行ったら「おお久しぶりだな、全然来んかったな」っていう風で、その時僕会社員勤めてたので、会社でこういう不安もあるんですっていう話をしてたら、俺は俺で今弟子を取ろうと思うんだけど、お前そんな不安があるんだったらどうだっていう風に言ってもらえて、最初誘ってもらった時は会社員を定年まで勤め上げるつもりだったので、最初断ったりしてたんですけど、ラーメン屋やらなかったとしてもお前の会社に対しての不安っていうのがそれで拭い去るんだったら、手に職をつけとけばどっかで役に立つかもしれないからっていうことで、どうだって最後言ってもらえて、そこまで大きい気持ちで受け止めてもらえるんだったらお願いします。それが大体今からと4年前。は1日どのぐらい炊くんですか1.5 から2升で昼の営業ぐらいですね。結構ラーメンと一緒に食べる方いらっしゃるんですか？チャーハンとかも結構売れるので、チャーシュー丼とかまかない丼っていうメニューがあるので、あと追い飯とかですかね。最初これじゃなくて2升炊きのでっかいやつでやってたんですけど、営業が終わる頃ご飯が炊きたてって感じじゃなくなっちゃうじゃないですか。美味しいお米食べてもらいたいな、時差でこっちを炊くようにして最後まで炊きたて食べてもらえるんですけど、いやお米が今すごい高くなったので苦しいですね。でも美味しいの食べてもらいたいなと思って。
案内はね、多分作る気は、お母さんから。ありがとうございます。このまま持って俺からいいですよ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ラーメンがお2つと、海苔と味玉トッピングがあって、あと白飯ですね。チャーシュー丼です。ありがとう。お待たせしました。はい、お願いします。すいません。ラーメンです。お待たせしました。味玉のトッピングいきます。お待たせしました。トッピング海苔です。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。アイスになります。お待たせしました。お待たせしました。チャーシュー丼です。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。
ません。ラーメン3ついきます。ラーメンです。2つラーメンです。大盛りが1つね。お待たせしました。はい、どうぞ。チャーハン1。ラーメンの大盛りです。お待たせしました。磯部さんは元部下なんですか？そうだねそうなんです。ラーメン屋始めるって言われて最初どう思われました？まず大丈夫かなという心配が先だったけど、性格がすごく良くて人間がいいんで、まだこれからだしょうからね。なるほど。磯部さんが作られたラーメン食べられてどうですか？うまい、非常に美味しいんで、月に1回ぐらいしか来れないんだけど、いつもご縁はしております。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。幸せお伺いします。ラーメンチャーハンセットこんから味噌ですね。はい、お待ちください。チャーハンになります。お待たせしました。お待たせしました。ラーメンの本から味噌汁お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。お伺いします。はい、全部のせの大盛りのチャーシュートッピングですね。ラーメンいかがですか？いらっしゃいませ。替え玉がない理由を教えていただいていいですか？これはトンパーレからの継承になるんですけど、替え玉で麺茹ででいくら湯を切ってとしても水分が残っちゃうので、それを替え玉のスープに入れるとどうしてもスープが薄くなると。最初に提供させていただくラーメンがトンパーレの味だ、トンパチの味だっていう考えがあるので、替え玉はやらないっていう風に今やってますね。お待たせしました。大盛りのチャーシュー麺全部のせです。ごゆっくりどうぞ。いつも通りです。ありがとうございます。月1ぐらいは来てるような気がしてます、そうなんですね。魅力みたいなのを教えてもらってもいいですか？スープじゃないですか。なかなか名古屋で久留米のラーメンみたいなの食べれないですよね。そうですね。ちょっと珍しいのかなと思いますけど、食べ応えがあると言いますか。十分ですね。なるほど。
はい。チケットも。ラーメンでーす。お待たせしました。大盛りでーす。お待たせしました。お待たせしました。お願いします。おい飯になります。どうぞ。僕の修行先のトンパーレはもともと名古屋市内でやっていて、その時から行列ができるようなお店ではあったんですけど、南千田の方に行かれて、それでもやっぱり根強いファンが多くて、この前トンパチに来てくれたお客さんから聞いたのは、日曜日行ってきましたけどバイクが50台止まってましたよとか、35人ぐらい待ってましたとか、都市部からちょっと離れたところでもすごいお客さんいっぱい来てくれて、バイクの聖地みたいな状態になって根強いファンが多いお店だなと思ってますね。お待たせしました。味玉トッピングです。お待たせしました。こちら置きます。ラーメンです。お待たせしました。どうぞ。ラーメンになります。ありがとうございます。ラーメンダブルの味玉トッピングですね。お待ちください。ダブルの味玉トッピングです。お待たせしました。ラーメンです。お待たせしました。こちら置きます。お待たせしました。熱くなってます。お待ちください。お待ちください。よく利用されてるんですか？そうですね、多い時は週1は来てるぐらい。トンパチさんのよく通われてる理由を教えていただいてもいいですか？結構濃厚に見えるんだけど、スープ残さず飲めれるぐらいのスープなんで、子供連れてきたのが本当に喜んでくれてるんで、そこが大好きなところですね。お店の店主の方については気さくにね、いつも常連なんで話してくれてですね、いつも楽しく食べさせてもらってます。でこういう飲食というか自営ってお客さんが来てくれないと何も始まらないんで、みんなすごいところで頑張ってるんだな。今までは美味しい美味しいとかって思って食べてるだけでしたけど、自分がやってみると毎日不安との戦いです。美味しいねとかって言ってくれると嬉しいなと思うし、ああやってよかったなとか思うし、会社員とでは味わえないような気持ちになれるんですけど、毎日不安な心配事が。給料は下がったですね。お待たせしました。ラーメンです。先ラーメンで回す肉チャーハンすぐ作りますね。お待ちください。
はい。ラーメンの本辛味噌でお待たせしました。よく利用されるんですか？結構来ますね。こういったスタイルの豚骨のお店ってもうほぼなくなっちゃってて、数少ない。もう本当に唯一の生き残りと言っていいんじゃないかな。僕は本当にそれぐらい思ってて、名古屋の宝だなっていうふうに思ってますね。他にないっていうのが一番なんじゃないですか。マスターが素敵っていうのがあって気さくだしじゃないですか。ラーメンどういったお味なんですか？濃厚なドロッとした透明感ほとんどないんですけど、見た目よりかさっぱりしてるんですよ。塩味も結構少ない感じで、食べた後になんかもうしばらくいいわとかいうのは全然ない。食べた後も次いつ来ようかなみたいなそんな感じのお店ですね。本格的な豚骨のお店なんで、そういったのを望んでる方は結構いいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。めちゃくちゃ気に入ってます。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。先にラーメンを入れます。またどうぞ。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ラーメンです。お願いします。はい、お願いします。チャーハンになります。はい。チャーハンセットの味玉ですね。はい。はい、お待ちください。お待たせしました。ラーメンの大盛りです。ヘビーだけどあっさりっていう、どうしても重たかったり、後々喉が渇いたりっていうのがラーメン多かったりするんですけど、喉もそんなに渇きが来ないので、この辺が食べやすいのかな。ラーメン明日のトッピングになります。ラーメン先で肉チャーハン作りますね。ごゆっくりどうぞ。どのぐらいの頻度で来られるんですか？週に1回来るか来ないかぐらい。もうオープン当初からよく来られてたんですか？はい、どういった部分が味に合うなって思いますか？濃いところですかね。豚骨が濃いけどそこまでしつこくない感じですね。お願いします。チャーシュー麺です。お待たせしました。
たせしました。ランチです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございました。本八さんの目指してる味とか、こだわってる部分とかを教えてもらってるんですか。はい、トンパーレの大将のトシさんも大好きだし、ラーメンの味も大好きでずっと通いってたので、それをまるっとコピーしたいっていう思いでこのお店を始めて、目指すところはそこ、トンパーレ、そこに少しでも近づけれるようにこれから先も精進していきたいなとは思いますね。全部のせです。どうぞ。量的にこいつのこれぐらいそうなんですね。昼も少ないから夜も少ないのが。やったかないと。明日